đi ra biển mà đâu vô nó皆さん、おはようございます。今日は旅の14日目。現在、ベトナム中部のホイアンにいます。ホイアンは本当に魅力が多いところですね。午前中はもう少しホイアンで遊んでいこうと思います。宿の裏には大きな川が流れており、今日はそこで釣りをすることにしました。6日目に訪れた海以来、久しぶりに釣りを楽しみます。ただ、釣り糸が絡んでしまい、自力では直せなかったので、近くの釣り道具のお店を探すことにしました。ベトナムといえば、モンラーという伝統的な三角帽子が有名です。この帽子は農作業や日常生活で広く使われており、特に暑い地域で日差しを防ぐために重宝されています。モンラーは竹でできており、軽くて通気性が良く、旅をしていると地元の人々がこの帽子をかぶっている姿をよく見かけます。さて、釣り道具のお店を見つけました。店主はとても親切で釣りのアドバイスをくれました。ホイアンの市場は黄色い大きな建物が目印で、今その近くにいます。朝の時間帯は出勤ラッシュもあり、ホイアンの街は少し混雑しています。餌をつけて釣りの準備を整えます。以前、ベトナムのキャンプ場で釣りの仕方を教わったので、釣り糸が絡まないように慎重に扱います。Ê, anh bảo đi câu cá. 準備が整うと、いざ釣りを開始です。ホイアンの中心地を流れるルボン川はとても長くて、向こう岸には湿地帯が広がっています。観光地でありながら自然を感じられる素敵な場所です。朝ごはんを食べに行きましょう。いつもはバイクでカメラを取り付けて撮影しているのですが、今日は胸にカメラを装着してバイクを走らせてみました。Để bên ni, để bên nớ. Bên ni là bên đây, bên nớ là bên kia. ミークワンのお店に立ち寄りました。おそらくここが最後のミークワンの食事となります。まだ朝の10時ですが、お店の人によるとほぼ売り切れてしまったそうで、田舎なので朝早く開店してすぐに閉まってしまいますね。Tôm thịt là Phú Chiêm hả? À. 正直なところ、今まで一番美味しいと思ったミークワンはグアンナム省のもっと田舎の方のお店とサイゴンリプのお店です。なかなか美味しいミークワンのお店に出会うのは難しいですね。将来的にはすべてのミークワンのお店を制覇してみたいです。食事をしながら店主といろいろなお話をしました。特にホイアンのテナント料や土地については興味深かったです。ホーチミン市の一部地域より高いことに驚きました。
また、店主はバイクでの旅に憧れているそうですが、子育てがあるため、なかなか実現できないとも話していました。でも、将来的には、時間ができたらバイク旅をするつもりだそうです。地元の人とお話ししたら、ホイアンの生活をもっと調べてみたいと思いました。ここは安全で、バイクを置いてもなくならないと店主から聞きました。ベトナムの他の地域では難しいことも、ここでは可能だなと思いました。ホイアンの街はどこか平和で落ち着いた雰囲気がありますね。Rồi, cảm ơn trai. Nào rảnh rảnh là đi chơi thì vui lắm á. Nó thoải mái đầu óc nhiều á. Một là đi hồi chưa ạ, hai nữa là khi mà chưa ra con mới đi. ホームステイに戻り、釣りを再開しました。宿に戻ると、オーナーさんが釣り道具を調整しているところでした。オーナーさんもよくこの場所で釣りを楽しんでいるそうです。しかし、今日は魚の反応がなく、なかなか釣れませんでした。Nang cái đầu tôm rồi, chắc con cá bự á, nó rỉa mất rồi. Cái đầu tôm. さらには近くに人が集まり始め、静かに釣りを楽しむのが難しくなったため、今日はここで釣りを切り上げることにします。ホイアンであと1日過ごそうかとも考えましたが、ベトナム縦断の旅はまだ長い道のりですので、次の目的地へ進むことにしました。ホイアンからダナン市までは近距離ですが、街の雰囲気が大きく異なります。ホイアンでは伝統的な建物や景観が広がっていましたが、一方でダナンは高層ビルが目立ち、とても発展しています。広く整備された道路や新しく建設中のビルを見かけます。もしかするとサイゴンやハノイよりも街や道路がきれいな印象を受けました。観光地として有名なマーブルマウンテンの周りをぐるりと一周回ってみました。5つの山があり、石灰岩の丘の集まりだそうです。山には洞窟やお寺、見晴らし台がありますが、遠くから眺めて満足したので先に進もうと思います。ダナンにあるミーケビーチに到着しました。13日目に訪れたグアンガイ省のミーケビーチとは異なり、地図で示された場所にはほとんど人がいませんでした。昨日、知人がミーケビーチに遊びに行くと言っていたので、別の入り口があるかもしれませんね。ベトナムで初めて赤信号無視に関する罰金の標識を見かけました。キャンプができそうな場所も見つけましたが、日帰りキャンプは体力的に厳しいため、今回は見送りました。向こうに見えるのがダナンのソンチャン半島です。山と海に囲まれた自然豊かな場所で、ダナンの宝石とも呼ばれている場所です。昔、ここは3つの山で構成された浮島であり、時間の経過とともに島と本土がくっつき、ソンチャン半島を形成されたと言われています。トゥーフック橋も渡りました。ダナンのハン川を越える橋で、トゥーフック橋の他に3つの橋があり、その中には観光地として有名なドラゴンブリッジも含まれています。合計で4つの橋があります。トゥンフック橋はダナン湾のすぐ近くにあり、湾と川の
両方を眺めることができます。美しい景色が広がっていて、橋を渡るだけでも感動します。また、ここは広い橋で歩道も完備されています。ダナンの海は本当に綺麗ですね。街もかなり発展しています。ネチャンにも似た雰囲気がありますが、ダナンの方が道が広くてビルも多いのが印象的です。今回はダナン市に滞在しませんが、また次回機会があれば訪れてみたいと思います。海の近くで一休みします。ココナッツウォーターと焼きそばを注文しましたが、焼きそばには唐辛子が多くてとても辛かったです。ここから先にはハイバン峠があります。この峠は昔から危険だと言われていて、以前は道が狭く視界も良くなかったため、事故が多発していました。また、戦争の時には要衝となり、多くの人が犠牲になった場所でもあります。昔は車の性能も悪くて、峠越えが大変だったそうですが、今では比較的安全だそうです。ただし、雨や夜間の走行は霧がかかるので気をつけた方がいいですね。また、夜になると何かが出るという話も地元の人から聞きましたが、バイクで運転するときに大事なのは、眠いときにちゃんと休憩することです。今はちょっと眠たいので、ハンモックで休むことにしました。道路の標識にはハイバン峠に関する注意をたくさん見かけました。坂を登る前にバイクが完全にいい状態であるかを確かめます。荷物、タイヤ、エンジンなどをチェックしてから出発します。ハイバン峠はダナンからフエまでの国道1号線上にあります。峠はジュオンソン山脈の一部で、東は南シナ海、西は山に挟まれています。峠の頂上は海抜約500メートルで、全長は約21キロメートルです。ハイバンは海の雲を意味します。山と海が一望できる美しい景色が広がっており、霧や雲に包まれることが多いため、この名前が付けられました。ここはラムチョン湾です。奥に小さな山があり、湾は大きなドラゴンのように曲がっているのが特徴です。海まで降りてみたかったのですが、山間部に道があり、狭そうだったので、今回は断念しました。向こう側に見える雲がかかった山はジャオ島、もしくはソンチャー島と言われる場所です。先ほどのソンチャー半島とは異なります。山が多くて空気や自然がきれいで気持ちがいいですね。マップにはチェックポイントが表示されているので、見落とさないように確認しながら写真や動画を撮りながら進みます。バイク旅行の楽しみの一つは、綺麗な景色を見ることでもあるので、皆さんにもぜひ体験してほしいです。ハイバン峠の頂上に到着しました。峠の頂上はダナンとフエの境目で、ここからフエに入ります。フエの正式名称はドアティエンフエ省です。ダナンが南中部に位置しているのに対して、フエは北中部にあります。頂上には休憩場があり、石造りのハイバン門や戦争時代の遺跡を見ることができます。ハイバン門はジャン王朝時代に建てられ、
かつてはチャンパ王国とベトナムとの境界として機能していました。この場所は北中部と南中部を分ける地理的に重要な位置にあり、歴史的にも軍事的にもとても重要な要衝でした。歴史について書かれた文書もありました。この峠を境に地理だけでなく人々の気質や文化も大きく異なるのが特徴です。ちなみに私の携帯では頂上に入ってから電波が圏外でした。Đó, quý vị thấy không? Cái đồn mới nãy đó. 海湾峠は自然と歴史の両面から訪れる価値があるスポットで、バイク旅をする際には峠を越える楽しみもあります。ただし、坂を登る時よりも下る時に事故が起こりやすいので、ブレーキのチェックをしてからゆっくり降りることが大切です。また、大きなトラックが重い荷物を積んで走っていることも多いため、なるべくその後ろについて走らないように注意した方が良いと思います。とても危険ですからね。峠の最終地点です。蘭光ラグーンと蘭光橋が見えました。特に蘭光ビーチから水が流れ込むラグーンの景色がとても美しかったです。キャンプをしている人も見かけましたが、天気が崩れそうだったので、キャンプは見送りました。Ủa cái này làm gì vậy? À, cái này nước từ trên núi chảy xuống à. Nhiều quá người ta xả ra bớt á. Ủa mực này mực tươi đói luôn. Đi ven biển mà con gò nó chỉ đâu vô đây vậy ta? Chứ nó không có đi ra được, có mắc cười nha. Cái lộn. Con lành cành đào nha. Xém xíu nữa té. マップに従って蘭光ビーチに向かう途中、道が非常に狭く、進むのに一苦労しましたが、なんとかビーチまでたどり着きました。最近のニュースでマップに従っていたら運河に落ちたという話題がありましたが、気をつけないとですね。お腹も空いていたので、蘭光ビーチの前にあるレストランに入りました。冬やその先の地域ではぼったくりが多いと地元の人から聞いていたので、事前に値段を確認することを徹底しました。魚のスープを頼みましたが、魚の中心まで火が通っていなかったので、もう一度温めてもらいました。このレストランのいいところは、海が見えるところです。水は透き通っていますが、砂が混ざってしまって、少し濁っているようにも見えました。しかし、峠から降りたところにある蘭光ビーチの汽水域は本当に綺麗でした。イカの干物を売りに来た人が私たちのところにやってきました。最初1キロ80万ドンと言われ、いらないと伝えたのですが、無理やり干物を持ってきて、何度も断っても引き下がりませんでした。最終的には値引き交渉もせず、40万ドンで売られましたが、今回は本当に必要なかったので断りました。すると最後には悪口を言われて、その人は帰っていきました。Tội cái gì chị, em không có mua thôi chứ đâu có gì đâu mà tội. Ok, mình chưa mở hàng, khách sạn chứ không có xe, có cửa gì hết. Con khách địa phương thì em nào. 船ではこうしたしつこい営業方法や、最後に
悪口を言われることがよくあります。私だけでなく、他の旅行者や周りの人たちも同じような経験をしたので、正直あまりいい気分ではありませんでしたね。Để 500 được, bằng lộ lại chứ cứ mới xưa được lại tiền được em. Trời chị ơi. Thì kê ngay mãi dùng ngay nấy cho 500 được chị bảo Em không có mua mà trời ơi. Rồi 500 chị bảo chưa có hàng ổn con được 1 kg rồi mà em đi ăn được bao nhiêu rồi? 500 ngàn bạc chị bảo chưa mở hàng ở trái bảo em chưa được 500. Hồi xưa mà gặp em chắc kịch đổi em không có khổ mà. Rồi chị cái 500 ngàn bạc ra bảo em cấm. Không mua hàng 5 con 500 em đi, chị 500. Em không có mua trời. Gặp em ơi. Ôi trời, gặp em. Ủa đi lại 400 này không? 400 được bằng lộ lại tiên tiên đấy em nặng ai bảo 400 ăn một thiệt đó. Bằng lộ đây muốn giúp cho cũng được lại vì việc mà sướng mở hàng được cả em có xe luôn. Thì 400 ngàn cũng mà cái đủ có đấy ngay bảo em muốn nè. Thì chị bảo mới sướng mở hàng đấy em trai nè. Qua cái núi á, đang ở Quảng Nam phải không? Đà Nẵng đó, là cái cô khác phải không? Đi qua cái núi vô là suy cường nói chuyện khác liền rồi.面白いことに気づきました。皆さん、空を注目してみてください。実際の時計では1分以内に空の色が変わっています。夜なのに空が青くてとても綺麗で、どこか不気味な感じもしました。このような光景はこの地域ならではのものだと感じました。この現象が一体何なのか、今でも不思議に思っています。Có gì có cái này nè. Ba đẹp rồi. Giờ mà cũng còn thấy sáng đường á. 最初は国道1A号線を走っていたのですが、トラックやバスが多くて走るのがしんどくなったため、途中から国道 49B 号線に切り替えました。マップではあまりわからなかったのですが、この道は山道で峠のように少し坂道になっていました。周りも真っ暗で不安になりながらもそのまま進みました。途中カフェで休憩し、ルートの再確認をしました。ついにユエ市内に到着しました。ここはかつて王宮があった町で重要な歴史がある場所です。町自体はとても栄えていて明るく安心感があります。カフェで一休みした後、近くにあったホームステイに泊まることにします。地上階の部屋だったので、荷物の移動が楽でとても便利でした。正直とてもヘトヘトで、今すぐ眠ることができます。今日は朝の釣りから始まり、ハイバン峠の絶景を堪能し、不思議な空を目にして、
とても面白い一日を過ごしました。ハイワン峠は難関な場所だと聞いていましたが、実際に行ってみると、百聞は一見にしかずという言葉の通りでした。明日も素晴らしい一日になりますように。皆さん、おやすみなさい。メトライフキャンパスからお知らせです。ホーチミン市内でお困りごとはございませんか？ぜひメールにてご連絡ください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。